重罪人リヒトーバッハを見つけた者は即座に身柄を確保すべし。この者は伝説の撃墜王である。伝説の撃墜王。知らないんすか。彼らは300年前にあった廃棄戦争で活躍した英雄っす。300年前？そんな昔の人が生きてるなんておかしいじゃない。その上奇妙な仮面をかぶってるだなんて、そんな人いるわけ？うわっ、いたはい、ペレ役の市川葵です。本日はよろしくお願いします。リン役の小沢里です。よろしくお願いします。なんか物語がその進んでいくにつれてページめくる手が止まんないみたいな感じだったんですよね。もう13巻あるけどすぐ読めた。読めましたよね。読めました。読めました。読めました。なんかギャグとそのシリアスなシーンと、あとなんか熱いバトルのバランスがすごい絶妙だなって思ったんですけど、なんかたまに出るちょっと懐かしいありますね。エロさお色気のシーンちょがっと懐かしい感じ、はい、なんかそういうのも楽しいし、あとやっぱ絵がすごい疾走感があるから、なんていうんだろう、その戦闘シーンのスピード感がめちゃくちゃすごくて、だからアニメでもそこはやっぱり楽しみな部分の一つですよね。あとやっぱ各キャラクターのそうですか。それわかるね、各キャラクターも魅力たっぷりだし、誰が主人公になっても、なんかもういい感じになるぐらい、本当になんかいろいろなキャラクターが深いというか、みんなね、ただものじゃないんでね。でもすごい優しい人たちが多いなっていうふうには思いました。ペレとかリーンってやっぱセットになって出てくることが多いじゃないですか。いつも一緒に行動してますね。そうですね。しかもなんかそれが結構ギャグなシーンだったりとかも、掛け合いとかも結構多いですしね。なんだかんだこう悪口は言われるけど、見守ってくれてたり助けてくれたりするのはペレだったりするからありがたいです。ペレに言っときます。でもちょっと怪しいよね、ペレは。癖がありそうで。そうですね。ペレは分かりやすそうで意外と分かんないキャラだなっていう風に感じてて、長く付き合っても本当のこと分かんないって感じするって感じしますよね。なんかそのペレってリヒトーと同じで結構ギャグシーンだとすごくキュッとねコミカルになったりするんで、その時のなんか声の感じとか、あとリーンに対する時とか、ジェイルの部下でもあるんで、ジェイルに対する時とか、なんかそのシリアスなシーンと、ギャグなシーンの演じ分けっていうのがすごく考えました。リーンはでも本当に分かりやすいキャラクターの一角でそうですね。なんか元気で、軍人らしからぬぐらい優しい、お人よしがすごい強いキャラクターなので、ヒナとは対比して明るいっていうか、元気というか脳筋っていう感じで、なんか頭脳っていうよりはこう体力で勝負していくような子なので、見ていて分かりやすくて可愛いキャラクターですよね。軍人だし、でもリーンのこの人の良さっていうなんかバランスの取り方、このシーンではどっちを優先するんだろうっていうのが結構あった。そうか。いや今日のシーンとか僕思わずもらい泣きしそうに、やだなっちゃって、いやもう本当になんか鼻スンスンならねえかなって心配逆に心配しちゃうみたいな。すごい、いや本当にすごいいい演技をされてる回があるので、いいシーンがある回がこの先待ってるので、ぜひ放送をお楽しみに。でも私本当よく毎日物を落とすの。物を落として拾おうとしたらまたここから落ちるみたいなのがあって、これにしたらいいんじゃないか、増えるんじゃないか毎日。それはじゃあどうしたら減るんですか？どうしたら減ろうかね。落とそうとしたものをキャッチしちゃったら、それもできるんですよ。私結構すぐ落とすから、こうやって物を上に置いて、そしたらなんか落ちてくるけどパッて取ってまたしまうとか毎日あって。じゃあそれにしようかな。物を落とした回数にしよう。ちなみに何回ぐらい？いやでもあんまり点数が高いとポイントが高いと軍人になっちゃうから
いい塩梅そうで。いい塩梅の平民レベル2桁であー2桁ぐらいでね、はい痛いな、僕服屋でうん、服買うのが苦手で、おー店員さんがこうね話しかけてくるじゃないですか、視界にうんその店員さんがこう入ったらもうスススーって逃げちゃう癖がついちゃってて、おーやるやる、やるやる話せた回数あ、話カウントが増える。せたら増えるんだ、すごい、だったらもう自分になんか課してますよね、うん、話さないと話さないと、けない話していかないとうんカウント減っちゃうみたいな。減っちゃう、スーパーも全部スーパーもスーパー何話しますじゃ元気あそれなんか変な人じゃないですか。今日はちょっとマーク1万円しかないんだ、ごめんなって誰に言ってんレジの人にレジの人すいません大きいのしかないですないです、あありがとうございます、あそれでいいんだったら僕、うん多分めちゃめちゃ高いと思いまあ、す。本当に、ありがとうございますもいいんですよね、うん、あじゃあめちゃめちゃ高いかもしれないです。僕激痛を慣れちゃうかもしれない激ついよなりちゃん、プランダラアフレコもすごく進んでまして、日に日に皆さんに早く見ていただきたいという気持ちが強くなっております。プランダラという作品はすごく笑いもあって涙もあって熱いバトルもあってと盛りだくさんな内容になっていて、原作ファンの方もそうじゃない方もすごく楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ちなみに、現在発売中の13巻お、ペレくんが表紙でございます。1月放送前に原作ちょっとチェックしてみたいな、まだ13巻買ってなかったなっていう方はぜひそちらもチェックのほどよろしくお願いします。なんか戦いっていうのがメインだったりはするんですけど、その中でなんか人と人のこうコミュニケーションだったり、なんかすごい切ないシーンだったり面白いシーンだったりがたくさんあって、なんだか温かい気持ちにもなる作品です。漫画とアニメと多分魅力もまた違って、どちらもね楽しんでほしいので、ぜひ漫画の方で、アニメ放送まで読んでいただいたりして楽しみに待っていただきつつ、アニメの放送もちょっと楽しみに待っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。